はい、ヤギ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は3月前半のタロットリーディングをさせていただきます。星の動きはですね、3月かなり星が動くので、先生術の解説ということで別動画にまとめています。まだご覧になってない方はぜひそちらご覧になってからこの動画に帰ってきていただけると流れをより一層活かしやすくなると思います。ではよろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。バンドのキング逆、カップクイーン、ソード9、ソード2の逆、ペンタクルス8の逆、忍者逆、鳳凰、はい、気をつけることや対策がソードの7とカップナイトの逆とオラクルはソードの6です。そうですね、ご自身の中では迷ったりとかうまくいってないと感じたりいろんな感情を感じられるかと思うんですけども、でも相対的に見てちゃんとうまく流れていきますよっていう感じで出ています。やっぱりオラクルがソードの6なので、このソードの6っていうのはちょっと厳しい状況とか辛い状況から誰かのサポートを受けて、もしくは運勢がそんな風に自然と流れていくように心地よい状態へ自然と流れていくよっていうカードなんですね、これは。はい、星で見てもやはり前回のね動画でも言いましたけれども、この3月前半っていうのは非常に好奇心が強かったり、誰かとのコミュニケーションがうまくいきやすかったり盛り上がったりっていうことで、いろいろ刺激を受けやすい時ではあるんですよね。でただ、3月2日から金星が逆行するということで、非常に心の中がナイーブになりやすいなと思うんです。で本来でしたら心の中がホカホカしてほしい時なんですけども、逆行してる時っていうのはどうしても勘違いをしやすかったり、自分も昔のことを思い出してあれこれ考えたりってことが起きやすいので、おそらくヤギ座の皆さんは心の中で感じるその柔らかいエネルギーとかホカホカした温かいエネルギーっていうものを感じるために、何かいろんな感情っていうものがそこに存在するんじゃないかなと思うんですね。例えば感情って言ってもいっぱいありますけども、怒りとか悲しみとか喜びとか嬉しさとか悔しさとかもいろいろある中で、もういろんなその感情があるからこそ自分の今の豊かな感覚っていうものを自覚できるとか、改めて例えば、寂しさとか孤独とかそういったものを感じるからこそ愛情というものを際立って感じられるとかっていうふうに、何か重要なね温かい感覚っていうものに気づくためのいろんな感情がそこにあるんじゃないかなっていう感じがします。でも別にこれは金星逆行してる期間が悪いわけではないので、ただご自身がいろんな感情に振り回されずに、もしくは自分で自分のことを信じるっていうふうに意図していただければ大丈夫だと思います。変に藁をもすがる感じで何かを買ってしまったりとか、そんな風にならないようにだけ気をつけてみてくださいね。そうですね。もう一つやはり3月14日が、皆既月食になります。で月食っていうのもまたね、なんだか気持ちが一般的にどの星座の方もそうなんですけど、月食の時っていうのはすごく満月の強いバージョンみたいな感じで、感情がいろいろ起伏が激しくなったり、いろんな感情が盛り上がってくるなっていう感じなんですよね。で特にそれがヤギ座の皆さんにとっては、今自分の好奇心が旺盛でいろんなことを感じやすいっていう上に、他者からのいろんな刺激っていうのをもらうので、もしかしたらもっと自分はあっちに行きたいかもしれないとか、こうするためにはこうしなきゃいけないみたいな、外側からの情報に自分が惑わされやすい時なので、よく出るとものすごくいいアイディアを思いついたり、自分がずっと同じとこでくすぶってるなと思っていたのが、こうすればいいんだっていうのがものすごく光るヒントみたいなのを見つけたりっていうこともあると思いますし、大胆に自分のこの発想を広げるっていう意味ではとてもいいんですね。
例えば SNS なんてすごくいい例だと思うんですけど、自分が感じてる本当に素直な感覚っていうものを例えば投稿したり何かに出した時にそれを見た人が何かすごく刺激を受けて感化されて「あ、よかったです」とか「嬉しいです」とかいろんな思いもよらぬこの返事が来て嬉しいっていうこともあれば、全然そんなつもりはないのに違う風に取られていわゆるヘイトコメントみたいな感じで嫌なコメントが返ってきたっていうこともあるように、どっちの可能性もあるけれども、何か今この3月の前半っていうのは自分の中に生まれてくるものもあり、なおかつ他者から受け取る刺激もありっていうことなんですね。で、注意していただきたいのはその自分自身の価値を見失わないっていうことを意図していただくといいんですけど、どうしても見失ってる時っていうのは他者に依存したくなったりしますが、そんな時に限って他者の言葉がすごく厳しく感じたりとかね、自分がゆったりと落ち着いていればどんな言葉も愛に聞こえると思うんですけど、自分がすごくすさんでいるとどんな言葉も批判に聞こえるっていうのがあると思うので、そこだけ注意してくださいっていうことです。ただね、パートナーシップに関しては前回も言いましたけども、やっと何かスムーズに流れ始めるとか、やっと建設的に関わっていけるっていう流れもありますので、プラスには活かせると思うんですよ。で、カードで見た時にやっぱり入り口がワンドのキングの逆なので、やっぱり自分がしっかりしなければいけないとか、もっと何かの役割をこなせる自分でなければならないっていう思いがあるのかなと思います。で、それに対して過去で自分を責めているっていう感覚があり、例えば自分はしっかりとした母親でなければならないんだとか、自分はしっかりとした経営者でなければならないんだっていう思いがあるとしたら、そうじゃない自分っていうものを落ち込んでみたりっていうのもあったと思うんですけど、今その感覚をようやく客観的に見れるようになってるなって感じがします。悩み事や不安なことと自分が一体化してしまっている時っていうのはもう全く見えない、ただその沼に入ってしまってるだけっていう感じになるんですけど、一旦そこはちょっと離れて俯瞰してみることができると、なんかもしかしたら私は自分の理想像が高かったかもとか、なんかすごく責任を背負おうとしてたっていうようなことに気づくかもしれませんね。でも今一番のエネルギー、今のエネルギーは優しいエネルギーなんですよね。で、優しいエネルギーを察知する準備はヤギ座の皆さんできてますよね。すごく感性が豊かだから。なのでちゃんと自分の中にその優しさもあるし、人の優しさも受け取る感性もあるんだけど、なんだかその感性を感じる豊かな感覚に身を任せるというよりは、何ができているかとか、どれだけのことをこなせているかっていう、その doing のどれだけの多くのことを有益にこなせたかっていうところで自分を判断してるとできてないっていうふうに思いそうですけど、今の宇宙のテーマは感じることっていうふうに覚えておいてください。そしてなんかどのように自分を持ち上げればいいかわからないみたいな感じもちょっとあるんですね。でもヤギ座の皆さんコツコツと毎日をこなしていくみたいで、とりあえずやることやらなきゃなみたいな感じでお仕事しっかりしたりとか、日常のルーティンをきちんとこなしていくっていう感じで出ています。そして少しね、やはり何かの答えを探すみたいな、そんな感覚かもしれませんね。先ほど言ったみたいに3月14日って月食の時っていうのはすごく揺さぶられやすい時なんですけど、そういう時に限りヤギ座の皆さんは非常にいろんな情報を得られるっていうのがあるんですね。なのでいろんな情報を見たり、一番いいのは感動する映画を見るとか、感動する小説を読むとか、すごく自分がいい形で感化される情報を取り入れるようにしてみてください。で、それがすごく助けになる気がするんです。このインジャーというカードは自分の中を深く見て、これからの自分に何が必要なのかなっていうことを自分で探していく、人生のランタンを探していくみたいな、そんな感じなので、今ってなんだかちょっと内側に入ろうとしてる感じなんですよね。自分の気持ちはとか、自分はどこに向かってるんだろうとか、自分の今いる場所は合ってるのかとかっていう形で内側に入りそうな感じの時なので、その時にそういういろんな人の生き方、この人はこういうふうに生きたんだ、この人はこういうふうに生きたんだっていう、その自分の人生はこの人生ですけど、他の人の人生の経過を見させていただいて、体験したことを聞かせてもらって、自分のまたそれを参考にできるっていう、それがすごく役に立つ気がするんですね。で、そうしてるうちに自分がだんだんと落ち着いてくる。だんだんと私は私のこの人生でよかったみたいな、これでいいんだっていう答えが自分の中から出てきますよっていうふうに言われています。すごくなんか精神的な動きが大きいなっていう印象ですね。
外側の世界というよりも精神的な内側で行われている、繰り広げられているドラマの感覚がすごく強いなって感じがします。ちょっとそれを踏まえた上でお仕事のことも見てみましょうか。まあでもそうやってこう内省しながらいろいろ感じながら、でもその前のようにすごく悩むっていうことはなく、ちゃんと自分の中で答えを見つけていくんだなって感じで出てますよ。はい、仕事。お月さんですね。太陽に月。ワンドのキングということで、仕事に関してはすごく強いですね。何か仕事のチャンスが来るんじゃないでしょうか。なんか自分がすごく冷静に今の自分を見て、自分に何が必要かなとか、ああかなこうかなってことで冷静に自分の中をこう見てる感じなんですけど、仕事って言った時にパーンってなんかこう弾けるような感じのエネルギーがあり、仕事をすることで自分の気が上がる、気持ちも上がるし、なんか体感も上がるしっていう感じで、すごくいい話がある気がします。でそれによってもちろん気分転換にもなるし、仕事をこなしていくことが自分を保つことの一つになるっていう感じがしますね。ぜひ頑張ってください。ワンドのキングっていうのも出てますので、任されたりとか、本来自分が持っていた理想像に近い形での仕事をさせてもらえたり、頼られたりっていうことで、すごく仕事を通して自分をもう一度発見するみたいな、いい素敵な自分を仕事を通して発見できるような気がします。でもし、いや私今仕事してませんっていう方もですね、今の自分の役割は何だろうっていうことを考えてみると、普通に生きてるだけでも役割はこなしてると思うので、それによって自分の何か、波動が整うとか、こう空気感がなんかオーラが綺麗になるみたいな感じがします、仕事を通して。はい、じゃあ人間関係見てみますね。はい、人間関係ワンド4、カップ10、カップクイーンということで、とてもいいですね。カップクイーン2枚も出ましたね。カップクイーンっていうのは本当に独特な感性を持っている、自分だけの感性、そしてとても美しい人です、これは。ですので、おそらく今さっき言ったすごく波動とかなんか見えないものを感じるっていうのは、ヤギ座の皆さんの中にある優しい気持ちや自分らしさ、自分なりのなんかこう輝かしい美しさっていうものがあるんだと思うんですよね。それって外側で何をしてるかっていうのは実は関係なかったりするので、そういう内側の輝きっていうものが今光ってるなって感じがします。でもご自身はその光をあんまり感じずに模索してるって感じかな。他の人はそれを見てる感じなので、人間関係でも非常にいいですよ。これ今まで仲良くしてきた人とはもちろんこれからも仲良くできるし、非常に家族とかそういう温かさも感じるし、かといってこう人に翻弄されるわけでもなく、自分自身の感性っていうのも大事にしてるっていうのが出ていて、人間関係非常にバランスがいいですね。バランスがいいです。あえて言うとなんですけど、この対策のところでソードの7とカップのナイトの逆っていうのが出ているので、その他者からの申し出だったりとか、ありがたさ、優しさに対して応えてあげなきゃいけないみたいな、そういった思いがあるのかもしれませんが、今って特別の人間関係は別にそのままにしててもいいので、変に気を使って何かしてあげなくても別にうまくいくので、自分の気持ちを見ていくっていうか、自分の内側にやっぱり入っていくっていうのが一番いい気がしますね。その他者に言われてそうするっていうのではなく、他者の情報や何かこう経験とかを聞くことによって自分の中で気づきが起こって納得するっていう、そういうことがありそうなので、他者のために何か自分を犠牲にして誰かのために何かをするとかではなく、ちょっと今はごめんなさいねって言いながら自分のことをすることによって整うって感じがしました。はい、いかがでしょうか。何か分かりましたよ、通じましたよという方はぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。ちょっと1枚オラクルカード引いてみますね。3月前半、ヤギ座さん。どうですか、このカード。このカードを見て何かしら感じることがあれば、皆さんも自分の直感でメッセージ受け取ってみてくださいね。どんなメッセージでも正解なわけですからね、これは。なんかアニマルエナジー&パワーズということで、なんかこう地球に存在する動物たち、自然界に存在するものたちの
エネルギーやパワーっていうものを自分が今もらってるよって感じがします。なんだかそういうこう象徴となるものがあってもいいのかもしれないし、別にそれがなくても何かこう自然界から得られるパワーがあるので、やっぱり静かに自分の中を内省しておくとその力に自分で目覚めるかもしれませんね。はい、ということでここまでにしておきたいと思います。ぜひいい時間をお過ごしください。またすぐにお会いしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。